こんにちは、ミッキーです。今回はベトナムダナンおすすめカフェ5+1点としてご紹介していきます。これまでにダナン注目スポット、ダナングルメ、ホイアン観光スポットと海外旅行に焦点を当ててご紹介してきました。一方で本チャンネルはもともと東京を中心にカフェを紹介するところから始まっており、今回のベトナムダナンの旅行においてもカフェ巡りは欠かせません。さらにベトナムはコーヒーの生産量ランキングがブラジルに次いで2位とコーヒー大国としても知られていますので、カフェの力具合も本気度が違います。今回の動画を参考にしていただいて、もし皆さんがベトナムダナンに訪れる機会がありましたら訪れていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはザ・ハイドアウトカフェというところでございます。こちら午前の7時から午後9時まで営業していまして、朝から夜まで使えるオールデイカフェになっています。こんな形で路地にひっそりと佇む隠れ家的なカフェでありながら観光客にも大人気ということでございます。こんな形でテラス席もありまして、テラスではあるんですけれどもソファーっぽいような石畳にクッションを乗せるという形で、これはなかなか日本では味わえないような空間になっているかなと思います。店内は天井の高い空間とおしゃれな竹のライトシーリングが印象的な空間になっていまして、さらにですね、木製テーブルも味を出しているかなと思います。で、席の数もそこそこありまして、一人用の席もあったりとかっていうところでございますので、割と作業されている方もいましたので、もしかするとベトナムのダナンとかでお勤めの方なんかはこちらに訪れていただいて、それこそ仕事をしている方も多いのかなというふうに感じることができました。こういった形で軽食も用意されているんですけども、後でご紹介します通り、朝ごはん、昼ごはんにも食べていただけるようながっつりとしたフードメニューもありますので、とても長居できるような空間になっています。ちょっと奥にちらっと映ってたんですけども、暖炉風のインテリアやアートが飾られているのも注目すべきポイントでございまして、こういった形のアートもたくさん飾られています。こちらが先ほど申し上げました暖炉ですね。で、ベトナムのカフェ、これ以外にもたくさん訪れてるんですけども、こういった形で竹のアートはとても素敵ですし、まさに東南アジアらしさを象徴するようなインテリアになっているのかなと思います。で、こちら英語のメニューがありますので、ちょっとベトナム語では分かりづらくてもですね、結構英語を読んでいただいて確認することができますし、最近だと Google レンズの機能を使って文字をその場で読み取っていただいて、その場で翻訳していただくみたいなこともできますので、そういったところはコロナ前に私は海外に行った時よりもさらに進化しているなという印象を受けました。そういったスマートフォンの活用に関しましては、以前に私の動画でご紹介してますので、SIM カード事前購入した方がいいよとか、そういった情報と合わせてぜひ確認していただければなと思います。そしてこちらがこの日にいただきました、まずはフラットホワイトでございます。フラットホワイトというとオーストラリアのメニューかと思うんですけども、こちらではそういったスタイルでいただくこともできますし、ラテアートもしっかりと書いていただくことができまして、とても素敵なインスタ映えな写真を撮っていただくことができるかなと思います。で、結構たっぷりと入れていただくこともできますので、非常に満足感たっぷりな一杯になってたなというふうに感じました。そしてこの日はシンプルブレックファストというものもいただきまして、65,000ベトナムドン約385円でいただくことができました。こちらの店、店員さんの接客もとてもホスピタリティあふれる対応でございまして、観光客の方々も優しく丁寧に接してくれたところが印象的でございました。こちらのザ・ハイドアウトカフェさんはハノイ出身の2名の若い女性が運営されているようで、ベトナムのコーヒーの魅力を伝えたいという思いを持ってお店を始めたとのことでございます。こちらアイスでもしドリンクを提供する際には環境に配慮したステンレスストローやグラスストローを使ってくれているというところも魅力の一つになっています。で、さらにこの日はエッグベネディクトもいただいてみました。こういった形でたくさんメニューがありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。続いてはベトナム国内で最大店舗数を誇る大人気コーヒーチェーン店でありますハイランズコーヒーさんでございます。日本でいうとスターバックスのイメージが強いかと思うんですけれども、ベトナムに関しましては自国の最大級ブランドはこちらのハイランズコーヒーだということでございます。
日本ではアメリカ初のシアトルコーヒー、スターバックスコーヒーが1位なので、そういった自国の国のブランドが1位っていうのはなんだか羨ましいような気分でもありますよね。ただですね、スターバックスコーヒー、例えば日本の地域コラボとかもやってるので、そういったところを考えると、確かに日本の国内では一番はスタバなんだなというふうに改めて感じることもできます。こちらのブランドは1999年に誕生した意外と新しいお店でございまして、ベトナムにおけるコーヒー文化とその伝統を伝え、日々の生活におけるコーヒー文化との調和を目指して長年運営されているということでございます。創業から3年経った2002年からは海外も含めチェーン展開を進め、今現在ではですね、250店舗以上の大きさにまで成長してきたということでございます。お店によって店舗のデザインも違ったりとかするんですけども、スタイルは結構統一されていまして、ダークブラウンの木製テーブルと机、タイル調の壁が特徴的だということでございます。続いてもベトナムのチェーン店フックロンさんでございます。こちら今回プラス1としているお店でございまして、なんでかっていうと、こちらはですね、ホーチミンの空港でいただいたので、ちょっとダナンとは違うかなと思ってプラス1にしてるんですけども、もちろんベトナムのチェーン店なので、このフックロンさんはダナンの街中でも見かけることができるかと思います。なので、ハイランズコーヒーさんもいいですけども、こちらも機会があれば試してほしいなと思っています。こちらのフックロンさんはコーヒーもおすすめですけれども、紅茶もですね、非常におすすめでございまして、紅茶好きな方はこちらのフックロンさん訪れていただくとおすすめかなと思います。続いてはダナンの中心、ハン市場からも近い好立地にあります、旅行客にも地元民にも愛されているおしゃれカフェでございます。こちらのワンダーラストベーカリー&コーヒーさんでございます。店頭の看板でもちらっとお見せしたんですけれども、こちらカフェとしてだけではなくてお土産屋さんとしても充実しているスペースになっていますので、結構ですね、私自身もこのダナンの旅でお土産を選ぶの結構苦労してしまったんですね。と言いますのも、この数年コロナ禍もありまして、結構お土産店が閉鎖されてしまったということもあるようで、私も今回ガイドブックを買って訪れたんですけども、ガイドブックに書いてあるお土産店が結構潰れてしまってということもありまして、お土産店選びには大変苦労しました。なので、もしこの動画を見ていただいた方は、こちらカフェ利用ももちろんおすすめですけれども、お土産も買っていただくとより2倍3倍楽しめるかなと思います。こちらは電源も完備している席もたくさんありますので、PC 作業やスマホの充電スポットとしても活用できるかなといったところでございます。お店自体、こういった形で1階、2階、3階と3階建てになっていまして、1階、2階がお土産と雑貨の販売スペースも併設した空間になっています。で、3階は屋外テラスにもなっているということでございますので、もし天気がいい日なんかには3階にも訪れていただくとおすすめかなと思います。この大きいガラス窓から光が差し込んでくる感じもとても美しくてですね、まさにインスタ映えな空間だなというふうに感じられました。こういった形でコーヒー豆とかドリップバッグの販売もありましたので、ぜひこちらもお土産にご活用いただけるととてもいいかなと思います。ちなみに今回あまりお土産は取ってないんですけども、セレクトショップ的にアクセサリーやアパレル、バスソルトやアロマキャンドルなど女性向きな商品をたくさん取り揃えていますので、特に女性にはおすすめなカフェになっています。で、こんな形でスイーツたくさんあるんですけども、スイーツはディスプレイされていますので、もし気に入ったスイーツがありましたら、こちらで選んでいただいて注文していただくのもおすすめかなと思います。で、こちらもですね、非常に豊富なドリンクメニューが特徴的になっていまして、先ほどご紹介しましたハイドアウトカフェさん同様、環境保護のためイートインではステンレス製のストロー、テイクアウトでは紙製のストローで提供されているのも特徴的になっています。最近だと日本もストローレスの取り組みがコンビニコーヒーを中心に普及してきてからと思うんですけれども、ベトナムは結構前の段階からそういった環境保護の考え方を大事にされているようで、比較的そういった再利用ができるようなストローを使っているっていうところが、私はとても素敵な部分だなというふうに感じました。で、今メニュー見ていただくと分かるかと思うんですけども、ドリンクメニューめちゃくちゃ豊富でございまして、インスタ映えなアイスラテはもちろん、コーヒー好きにとってもとても嬉しいコールドブリューのアイスコーヒーも提供されていますので、本格的なカフェとしても利用していただくことができるかなと思います。あとはスイーツを中心にフードメニューも合わせて頼んでいただくと、ゆっくりと進むことができるかなと思います。今回はこちらのコールドブリューナイトロというものと、キャラメル抹茶ラテ、あとはレッドベルベットというケーキをいただいてみました。見栄えがとても美しいのでですね、ぜひ SNS 映えの写真を狙っていただければなと思います。結構ベトナムには韓国人の観光客の方が多くて、こちらのカフェでもいろんなアングルで写真を撮られている様子を見まして、結構日本でもだいぶ SNS は普及してはいるものの、やっぱりアジア人を中心に他の観光客の方は、その辺も本当に力を入れて取り組んでるんだなという風な印象を得ました。
で、こちらの店なんですけども、特にロブスタッシュの提供が多いベトナムにおいても、日本で飲んでるような苦味が控えな中入りから深入り気味なコーヒーも味わうことができますので、我々的には結構嬉しいポイントなのかなと思っています。特にこの空間とても涼しいので、避暑地としてもご活用いただけるかなと思います。続いてご紹介しますのは、ハンガー沿いにありましたコンカフェさんというところでございます。2007年、ハノイでカフェ通りとして知られていますトリューベトビューオン通りで小さなカフェとして誕生したのが始まりのコンカフェ。このコンというのはですね、ベトナムの正式名称でありますベトナム社会主義共和国の社会主義共和国という意味をするということでございまして、こういった店内を映していますけれども、1980年代のベトナムをイメージしたような空間が特徴的になっています。で、いろいろと韓国人におすすめのようなおしゃれカフェもたくさんあるんですけども、せっかくベトナムに来たからにはぜひともその雰囲気を含めて味わってほしいお店がこちらになっていますので、ぜひですね、参考にしていただきたいと思います。こちら、ハノイの店舗が本店ではあるものの、こちら、ダナンの店舗も、ハンガーを眺めながら時間を過ごせるテラス席含めて、また違った良さを味わうことができますので、そういったところもおすすめなポイントでございます。こちら、訪れたお客さんの想像力をかき立てて、ベトナムならではの感動的体験を提供することをコンセプトにしていまして、店内のインテリアや接客、スタッフさんの衣装を含め、様々な工夫を感じることができました。こういった形でメニュー表も一枚一枚めくっていただくと、そのノスタルジックな雰囲気がとても美しいなというふうに感じることができるかなと思います。こちら、韓国ソウルでグルメスポットとしてもホットな街、ヨンナムドンでフランチャイズ展開を行っているということもありまして、店内には多数の韓国人観光客の方々がいらっしゃいました。こちら、フランチャイズしているとはいえど、やっぱり現地の雰囲気を味わいたいという方もいるのもわかる気がしました。ということでですね、結構韓国人の方多かったです。ちなみに最近話題のイテウォンにも店舗があるということでございましたので、私もですね、せっかくこのベトナムで雰囲気を味わうことができましたので、韓国に行ってからもちょっとちらっと覗いてみたいなというふうに感じることができました。で、メニュー表も非常に豊富でございまして、今回頼みましたココナッツコーヒー看板メニューなんですけども、そちらもとてもインスタ映えですし、その味付けも含めてですね、日本ではなかなか味わえないような味付けになってますので、ぜひですね、こちらのカフェでこういったベトナムだからこそ味わえるようなドリンクを頼んでいただきたいなと思います。こちらが先ほど申し上げましたココナッツコーヒーとヨーグルトコーヒーでございます。右側がヨーグルトコーヒーで左側がココナッツコーヒーになっています。いずれにしてもこちら4万ベトナムドンと4万9000ベトナムドンということでございまして、約237円、290円、300円いかない値段でいただくことができますので、日本のコンビニコーヒーぐらいの値段で味わえるのがとても嬉しいポイントになっていますよね。そして最後にご紹介しますのはアロイデザートカフェさんでございます。2014年夏に誕生しましたハンガー沿いのおしゃれカフェになっていまして、こういった形で夜までやっていますので、例えばダナンで夕飯をいただいた後にカフェタイムとしてご利用いただくのもとてもおすすめかなと思います。日本のお店は結構おしゃれなお店でも夕方ぐらいに終わってしまうお店が多いので、私的には結構残念だなと思ったりもするんですけども、例えば喫茶店とかだと結構夕食後に訪れたりすることができますので、そういったイメージなのかなというふうに感じています。こちらのお店は2019年にリニューアルが行われまして、より開放的でおしゃれな空間に生まれ変わったということでございます。こちらのお店は特にドリンクメニューが充実しておりまして、なんと50種類ものドリンクを楽しむことができます。ドリンク以外の注目は先ほどちらっとディスプレイしていた様子を映したんですけれども、ベアケーキというものでございまして、こちらアロイさんに訪れたら必ず試してほしいような一品とのことでございます。他にも看板メニューの一つはココナッツコーヒーだということでございまして、ぜひこちらも注文していただきたいなと思います。さらにですね、タイグリーンミルクティーという飲み物も注目のメニューだということでございますので、その緑色の不思議な色のインスタ映えミルクティーにタピオカや焼きチーズをトッピングしたメニュー、もし興味があれば頼んでほしいなというところでございます。他にもフルーツドリンクやヨーグルトドリンクも備えていまして、夏場などジューシーなドリンクが欲しい季節にはぴったりなメニューになっていました。席は3階までありまして、吹き抜けのテラスは天気のいい日に特に抜群でございまして、昼は青空と川を眺めながら、夜は夜景と川を吹き抜ける風を感じながら優雅なひとときを過ごしていただければと思います。こちらが先ほどご紹介しましたベアケーキでございまして、あとは
パッションフルーツソルベというものとミルクコーヒーをいただいてみました。で、こちらのベアケーキなんですけれども、ココアパウダーでコーティングされた可愛らしい見た目になっていまして、一つ一つ見た目が微妙に異なっているので、そういった部分もキュートになっています。以上、今回はベトナムダナンからおすすめカフェを5プラス1選ご紹介させていただきました。ベトナムのチェーン店の雰囲気もしていただくことができるかと思うんですけれども、他にもベトナムにもこんなにおしゃれなカフェがあるんだという風に感じていただくことができたかなと思いますし、さらにですね、ベトナムの雰囲気を感じられるようなコンカフェさんみたいな感じのお店も確認していただくことができたと思いますので、もしですね、ベトナムに訪れる機会がありましたら、こういったお店探しの参考にしていただければなと思います。さらにですね、動画の中でもご紹介したんですけども、ベトナム自体がコーヒーの生産量第2位ということでございまして、コーヒーへのこだわりは結構強いかなと思いますので、そういったお話ももしベトナム語とか、あとは英語も堪能な方がいらっしゃいましたら、聞いていただくとより楽しめるかなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。